会社サイレントボス代表取締役の馬鹿智也です。経歴は、2012年確か卒業だと思いますでその後は、東京の広告会社に大学卒業後就職をして、1年9ヶ月会社に在籍させていただいて、退職後、今の株式会社サイレントボイスを創業しました。入ってもうでも4月にサークルを立ち上げて、彦根キャッスルズっていうフリスビーアルティメットをするサークルを、立ち上げて、もう事業とかもうねほんまに誇れるもんないんですけれども、サークルを立ち上げて、自分の思うようなチームというか活動をみんなで作れたっていうのが一番頑張ってたと思います一番の思い出かいやでもそれも大学入って4月に一目惚れした子がいて、でこれ誰が言うか分からないかあんまり言うかもしれないでもほんま過去のね話だけど、本当に大学入って一目惚れして、ずっと好きでもなんかもう勝手に高嶺の花みたいに感じてたので、僕なんかみたいな感じがあったんですけど、大学2年3年ぐらいからその子に告白し始めて、でも振られて3回目もあかんかったから4回目ぐらいで OK もらえたんですよ。で3回生の秋ぐらいに交際し始めて、結果はちょっと別れたりはしたんですけど、もう初めてなんていうかな、強い目標とかしかも自分のこのもう体が騒ぎ出すような気持ちを自分以外の外側のその子とかに向けた時に初めて人の気持ちを真剣に考えるとかなんか戦略的にこの目的のためにこうした方がいいんかこうした方がいいんかっていう検討をしたりとか、なんかいろんなもんが、恋愛の話が恐縮なんですけどめちゃくちゃ詰まってたなっていう思う経験になってて、でそれっすかね滋賀大経済からあんまり広告会社時々先輩にもいらっしゃったんですけどあまりいないで、自分はそういう情熱大陸とかめっちゃ好きで、アイドルの人もね、落語家の人も魚屋さんの人もいろいろ出てくるけど、自分はこれって決めてもうそれに全力投球できる人しか出てないなってそう思った時に、働くって思ったらなんかそういうエネルギーを注ぎ込む器を探せるかみたいなのをすごい感じてて、で自分は映像制作の授業が滋賀大学であって、それも非常に人生の転機と言えるんですけど、教科書とノートでやるっていうよりかはほんまにもうパソコンとカメラと編集ソフトでやるってなった時に、気づいたら朝みたいなのが生まれて初めて僕に到来したんですよ。その時になんか素直に感動して、こういうことに僕熱中するっていうことがあるんやみたいな、今までいやいや勉強してて、でもなんとなく目標達成したとかはあったんですけど、熱中するっていうことがすごい生身で感じて、マスコミに行きたいって思って、でテレビか広告で、特に広告ってアイディアがあったらいろんな媒体に形を変えて、で人の心の動きが一つの経済的価値になるっていうすごい夢を感じたので広告会社に入り、ただ本当に社会を知らなかったので、今の皆さんとか普通に知ってると思うことも多分知らなかったんで、何かっていうと、大きい会社だったんで入って
自分の行きたいところに配属されるもんやと思ってたらまたやっぱ全然違いますよね。なんかまず配属で、テレビ関係広告会社の中のテレビメディアをこう買ってくるようなメディアバイングの担当やったんですけど、そうすると、僕 TBS JNN 系列って言いますけど、北海道だったら HBC、沖縄だったら RBC、関西だったら MBS みたいな感じで27局かな、確かあるんですよ。27局あって、先輩は東阪名で大阪、東京、名古屋担当で僕は残り24全部担当みたいな感じで、24とかね、平日の数って大体月のうち24ぐらいあって、で24のテレビ局さんとこう向き合っていかないといけないんで、全部接待飲み会なんですよ。でもう毎日毎日こういただきますとかでこう作法とかもあるわけ、こうなんか飲んで頭の上でひっくり返して水が一滴でもポタッと落ちたらこう泳いだりしてなんかほんまにそんなんずっとやってて、でこう二日酔いっていう言葉とかにもだんだんイラついてきて、いやもう3日酔いなんですけどみたいな、ちょっと足りないですけどみたいな、4日酔いなんですけどみたいな感じでおいおい言いながら働いてるっていう記憶しかないですねもうまあそんな広告会社時代がありつつ、まあ僕出身も滋賀なんで滋賀大行って、でもう働くためだけに東京に行って仕事にまた情熱を持ちたいって思ってボーってやってたんですけど、そういうこういう日々が始まっていってあれ何のために働いてんやっけって思ってしまった日があったんですよね。働くためだけに来た自分が何のために働いてんやっけっていうのをパッて見失った時に、結構すぐ何のために来てんだっけっていう、それぐらいなんか全力投球してたってことだと思うんですけど、何のために来てんだっけとかを考えるようになってから、ちょっといわゆるこう悩める人になってしまって、で探し始めて、でなんかね、やっぱね、なんかね、今でも自分そういうとこあるんですけど、そこが見つかんないとなんかあんま力入ってこないんですよね。だから超探してる日々の中で、東京の品川の戸越銀座商店街ってあるんですけど、こうレモン団子が美味しい店が、お団子屋さんがあって、そこ15分ぐらい並ぶんですよ。で15分ぐらい僕も並んで、この日はレモン団子食うだろうと、東京引っ越してからずっと気になってましたみたいな感じでこう列が進んでいって、そのなんかどっかのタイミングでピタッと動かなくなって、で何があったんやろうっていうのを他のお客さんが見てはって、で僕も前見て、そしたらなんかバッて聴覚研ぎ澄ました時に、一番前のお客さん耳聞こえへんなって僕すぐ分かったんですよ。で、前の方にスルって言ったら、店員さんが、みたらし団子買ってるから、その人みたらし団子のあんがレモン団子につくからラップで包めますかってめっちゃ叫んでるんでも一番前の人聞こえてないって僕は分かってたんで、僕は手話通訳したんですよね。でなんでそれができたかっていうことがまた自分に降りてくるんですけど、自分生まれておぎゃーって生まれたと思うし、今もう34歳やけど、両親耳聞こえないから、耳聞こえないんですよ両親がね。だから僕の産声とかも多分聞いてないんですよ。真っ赤な僕の顔見て生まれたんやなって知ったっていう、その星に僕生まれた人間やったんですね。でこうずっとこう未来の目標を探そうみたいな、自分の情熱をそこに注ぎ込もうって思ってて、未来を見失って現在がすごい分からなくなっちゃったんだけど、でも初めて過去に焦点を当てるっていうタイミングにそれがなって、あれもしかしたら過去の自分っていうのがどんな人間かを知ることで、今何やるべきかとか、そしたら未来どうなるのかっていう、こういう考え方もあるんじゃないかなっていうのを、すごいこう久しぶりに東京で僕生まれてから日本語より先に手話を覚えてたんである意味すごいネイティブなんですけど、ほんまに久しぶりに繰り出した瞬間にうわーみたいな感じになって、で
お団子屋さんの話に戻るけど、で列戻ろうと思ったら後ろのおっちゃんが一歩詰めてて、一番後ろに並び直しになって、いやなんかいいことしたはずやねん、おかしいとかこう思ってたら肩トントンって叩かれて、もうさっきはありがとう言ってお団子もらったんやみたらし団子の方やったけど、お団子もらって、でも感動してるから、うわーってもう溢れ出してるから、このお団子、このねちょねちょのもんを食べても今飲み込めへんわーっていう日があった。でこれはでも一部分で、そっからね手話とか聞こえない人に関わる仕事に転職しようと思いました。もう借金とかすんじゃうなみたいな企業とか、うまくいくかも分からへんし、リスクをなんかすごい負いそうな感じがしたし、なんかこう転職で基本考えてたけど、僕のその過去から現在未来を眺めたこう景色っていうのは、聞こえる人が聞こえない人を弱者って認めて支援する、この形が全然あってもいいし、僕もそれにたくさん助けられてきたんでそれ自体否定しないんだけど、僕が家族の中ですごい体験してたのって、確かに両親のために僕は通訳をしたりとか、いわゆる健常者が障害者を助けるみたいなこともあったし、でも僕は育てられたわけだから、僕のできないことを両親がやってくれたってことの方が、僕は多かったと思ってて、そうなった時に家族の中でなんか得意不得意とかお互い理解してこうお互い貢献し合うみたいなことでしかなかったし、なんか誰が健常者障害者考えたことがなかった。そういう世界観をここからドーンと広げていくために何ができるかなっていうのをこう考え始めたら、転職先がなかったから、仲間を集めて、自分でこういうの立ち上げるほか、自分の目指していること、ほんまに自分の傾けられることはできないかもしれないなと思ったら起業しましたね。今自分自身は株式会社サイレントボイスと NPO 法人サイレントボイスというのを結果的に立ち上げることになりましたので、こういうちょっと大きい流れについて話しながら事業内容を話すと、まず僕が一番最初大元目指したのは、聞こえない人の、強い力ができないことにフォーカスされすぎて社会の中で価値化されてないって思ったんですよね。だから、価値化されてるってどんな状態かなと思った時に、うちのお母さんが滋賀県の大津で喫茶店やってるんですよ。でこれも今の16年今も続いてるんですけど、で耳聞こえないお母さんが喫茶店を始める、これ親戚の反対もあってんけど、始めてみたら続いていく。ここになんで多くの人が無理って思ったけれどもできたっていう結果があったのかなっていうのを、お母さんと話しながら考えてて、でお母さんが最終的に言って僕納得したのは、私は、言われても聞こえないからこうでも目は動くから見て気づいて動こうとしてると。でお客さんは言ってやってもらってもありがとうってあんま言わないけど、見て気づいてやってもらったら気遣い感じてありがとうって言ってくると、つまりこの接客っていうのは私はできるからそこの意識を研ぎ澄ましてやってますみたいなことを言ってて、なるほどな、これってもしかしたら母が聞こえないからこそ高めてる意識だったりとか、スキルっていうのがもしかしたらあるかもしれないなっていうのが、最初ヒントになって、聞こえない人を講師にして聞こえる人たちのコミュニケーション能力上げられないかなと思ったんですよ。これ別に新しいアイデアじゃなくて、時の無声映画の帝王のチャップリンとかは自分の演技指導に耳聞こえへん人入れてたんですよ。つまりこう私たち今音声言語の話してますよね。音声言語の中のこう想定の非言語って表情なんですよね。でも手話ってなるとその音声言語の非言語の部分が言語なんですよ。表情とか体の動きで伝えるわけだから、あるいはそこで読み取るわけだから。だからチャップリンは無声映画っていう、音がない声がない映画の中で耳が聞こえない人の表現力を吸収するんですよね。こういう構造っていうのはもう100年以上前からあって、じゃあ現代の中で聞こえない人のその力っていうのを例えば接客業の人たちに研修して見て気づいて動ける回数増やすとか、あるいは、伝わるだろうっていう同じ言語とか同じ身体の想定の中では伝えたけど伝わってないみたいなことすごいあるんですよ。
でも違う身体の違う感覚の人が来ることによって今自分は話したけど伝えたけど伝わってるかなとか、そこに対してフォロー的に関わらないとコミュニケーションってやっぱうまくいかないんだとか、そういうコミュニケーションの本質的な気づきっていうのも提供できるって分かって、でこの研修を作って最初ドコモショップの代理店さんとかに導入していただいて、少しずつ実績を作っていって最初は研修の会社で始まりました。でそこを始めて、次聞こえる人と聞こえない人がうちの社内に社員として増えていくので、共同する方法についてノウハウまとめていった時があって、その時に、聴覚障害者雇用って日本で一番どこがやってるかって言ったらトヨタグループなんですよね。その企業さんから、うちの職場改善やってくれと、うちねトヨタの子会社単体で、大体300人ぐらい働いてるから、聞こえる人と聞こえない人の組み合わせが300組み合わせあるわけだから、そこの職場改善みたいなのやってくれへんかっていう、こういうコンサルティングとか、研修とかをやっていって、聞こえない人が例えば昇給昇格のチャンスをつかめたりとか、そっちに行くように活躍の場を広げるっていうのに入っていって、ただそこで出会った聞こえない人たちとの会話ですごい心に残ったのは、18歳になって卒業して、この会社に入りましたと、生まれた時から家族の中でも一人ぼっちの聞こえない人で、学校に行っても学校の中でも一人ぼっちの聞こえない人で、この会社入って急にチームワークって言われて僕めちゃくちゃ困ったんですっていう話があって、いやそれそうやなと思って、でもこれ企業の責任じゃないなと。企業が研修費用とか負担してこの人に教育するっていうことが筋じゃないなと自分は思って、で聞こえない人に対しての、教育事業っていうのを、考え始めた時に、聞こえない子どもが当時僕が拾った数字では18歳以下で1万7,000人ぐらいしかいなかったんですよね。このマーケットにどうやって教育事業とか立ち上げるのかなっていうのを考えた時に NPO っていう方法を知ったんですよ。なんか経済的ビジネス的価値があるいはマーケットがなくても社会的な価値重要性があるものに関して、寄付をいただいたり、その分自分たちの会計の情報を透明化したりしながら、やる方法があるっていうのが分かって NPO を作って、教室型のこの事業を始めて、聞こえない子たちが通ってきます。もうそこでは聞こえない子ども同士のプロセスを全部保証して、一緒に人と何かをやるっていう経験をとにかく積んでもらう。でここに次遠くから通う人たちの存在が出てくるんですよね。土曜日だけ。これなんでやろうっていうのを考えていったら、いや聞こえない子どもって大体子ども1000人に1人って言われるよね。そしたらうちの住んでる奈良では聞こえない子どもに向けた支援の施設ってないんですみたいなことを言われて、なるほど1000人に1人やから僕らはこれ大阪市っていう都会やからできたんやなということが分かって、オンラインで、オンラインになるとその子に合った専門的支援者も距離関係なくつながることができる。この方法は全然導入可能やなと思ってその事業を始めて、コロナが来てまた違う文脈でもその事業は、ある種重宝がられたというかスタートを切っていって、今はその聞こえない子どもたちと新しい職場というか、仕事、ここをちゃんと連結させていくことによっておそらく聞こえない人の昭和平成令和みたいなちょっと社会参加とか社会の中での位置づけの変化っていうのをすごく大きく作れるんじゃないかなっていう可能性を感じながらやってる。僕は、やりがいはまず全責任、重い責任があるんで、その分すごい裁量があるっていうことなんで、悪いことが起きたらね、ほんまにもうズーンって苦しい、早く成長したいなっていう、この、失敗の経験も早く成長に変えなきゃってやっぱ自然にガンって思うし、うまいことがいいことがあった時なんてもうほんまうわーいですよ。もうこの責任と裁量があるからこそうまくいった時っ
でも自分のことすっごい褒めてあげられるし社員に感謝できるしうわーみたいな、もうそのすっきりさ、なんかこうなんやろすっきりしてますよね、すごい。上司のせいでこの仕事を俺はずっとやらなきゃいけないんだとかもないし、それはやりがい、すっきりしてるというか自分にすごく合ってますね。で業務内容ですね。業務内容説明するの難しいなこれ。まずいい社長ではないです。いい社長ではないと思います。その社長のいわゆる一般的な業務って何たるかっていうこととか、そこの業務パフォーマンス高いかでいうと全然いい社長じゃないかなと思います。ただ、新しく会社作るっていうのがもうパッションが必要だ。で、0から1はパッション、1から10はデザイン、10から100は MBA とか言ってる人いたけど、すぐそれもよくわかる。もう全然 MBA 的なスキルも知識もないし、デザインみたいなこういわゆる考えて定逆算的にこうみたいなのもあんまりできない方ですけど、パッションはあると思う。だからパッションを生かしてやっぱ NPO に支援金をね入れてご寄付を入れていただいたりだったりとか、あとはそれぞれの事業の意義とか、それを担当してくれてる仲間のやってる仕事の意義とかは僕は分かるかなと思うし、管理的なことが結構苦手なんで、問題解決におけるそのアイディア出しだったりとか、今何が問題になってるのかなっていう根っこをつかんだりとか、それをそれぞれの責任者に関わりながらやってるっていうのが僕の仕事かな。あとはそういう会社が前進するような人物金のリソースを集めてくるっていう役割ですね。社長としてもそうですし、リーダーとしてももう絶賛悩み中です。もう絶賛悩み中、組織のことに、絶賛悩み中だし、力不足をほんまに感じてますけど、だからその中に何やろな、ほんまに高級的にずっと自信持ってるものがあったら、すごいそこが軸でうまくこの、難しい場面でも切り抜けられたのかなとか思うから、すごい難しいそれは質問なんですけど、こういう話あるんですよ。エンゲージメントって何みたいな説明をしてる人がいたんですけど、右手を45度上に上げてくださいって言われて、こういう動きになるらしい人って。でもここに綺麗な蝶々飛んでるよとかでバンってこうやるらしい。こういうその掴みたいって思った時に腕がしなって自分の想像よりも遠くに行けるっていう、これがエンゲージメントらしくて、だから自分は仕事の中でこんな動きを繰り返すっていうよりかは、うわっって掴みたいから、そういう仲間と働きたいから、自分の原体験も話すけど、その人の原体験を聞いたり、その人がどういう向きを持ってる人なのかで、もちろんね会社としてやらないといけないことをお願いしたりもするので、全部が全部その人のやりたいことに終始することはもちろんないんですけど、その中でもその人が掴みたいって思ってやってるんかどうかっていうのはすごい気になるし大切ですね。反響は何やろうな、よく言ってくれたっていう層の人たちがやっぱりいる映画なんですよね。で、そういう人たちによってそもそも作られた映画だし、その点は心のつながりを感じて、すごく嬉しかったですし、それ以外の人にも映画として面白いというよりかはやっぱりなんていうかな、今の時代このメッセージがエンターテインメントの領域に射出されたっていうのはすごい
よかったんやなっていうのはすごく感じますよね。それぐらいなんていうのかな、今の日本社会の中で、普通に生きてたらというか、なんやろな、いわゆる健常者だけのこう集団生活になるとなんか触れられないような世界とか、がそこに映画に入ってるなっていうことの価値を感じますね。自分が演じてみたやりがい、だからNPO 経営者のこう仲間とかにはトリッキーすぎるみたいな当事者の世界にやっぱこうちゃんと知ってもらうとかがそもそもやっぱ大事だったりとか、なんかこう存在感だったりとか、なんかこうそういうのを、代表はある程度やらないといけないよねっていう中で映画の主演やる人は初めて見たそれは言われましたね。で、自分も当然役者素人なんで拒絶感というか高橋清さんっていう方の役なんですけど、今もご親族ね当然いらっしゃいますし、で、何よりこう僕もある種志している世界の中で、著名な人だし、自分で本当にいいのかなみたいな気持ちも当然ありますし、その中でもやっぱり作りたい、このメッセージを伝えたいっていう人たちの気持ちに押されて、なんかそんな自分のなんかちょっとした遠慮とかなんかことで、これが社会に出なくなるとか考えたらものすごい小さいことやなと思って、やってみようっていうので、やってみたっていう感じですかね。でも僕自身がやっぱこの映画は手話がなくなるかもしれないっていうこの100年前ぐらいの時代の局面があったんですけど、手話は必要なんだって訴える校長こそが高橋清さんだったんですけど、その役なんですね僕は。で、約100それの、90年後ぐらいに僕生まれてるわけですけど、こう両親が手話やってたからなんやろ、その昔の高橋清さんたちの活動があって手話が残ってて、両親が手話あったから恋愛してるし結婚してるし子供生まれてるし、僕も手話の言語獲得して両親とちゃんと家族として荒れたしとか思うと、もう何やろ、やれてよかった僕は何やろな、一市民で生きてるっていう感覚の中で言うと、あんまり必要性のない言葉とか概念にどんどんしたいなと思ってます。なんかすっごいマクロな単位で見たらやっぱり障害者ってちゃんと判定されて健常者と区別されることによって障害福祉を、障害者手帳があるから受けられるとかはすごく大事だけど、こうやって、僕の会社も聞こえる人と聞こえない人が働いてたりとか、僕の家族も聞こえる人と聞こえない人がいるっていう中では、何が障害だろうね、僕たちの中に何が障害だと思うとか、あなた障害者で私健常者ですよねとか、あんまいらない。なんか聞こえる人と聞こえない人とかがガーってパソコン得意な人とか言って集まってきたら、聞こえる人と聞こえない人多分混ざってると思うんですよ。そうだから全然また別の物差しでなんかこう考えてやっていくっていうことがあまりにも最近多いので、障害をなくそうともなんかわざわざ最近思わないし、障害からなんか起点になってなんか考えようとかもなんかないっすね、もう。そうだよね。やっぱ集団性をね、なんかこう集団を作ろうと思った時に、何らかラベルをねやっぱ貼ることはすごい必要やし、必要性ありますよねって思うし、それがこうね国の政策とかやったら、障害者福祉とか障害者っていう障害っていうのはそこに出てくることは理解する。でただなんかこう自分が障害って言葉をなんか遠ざけたくなるのは、それをすごいこう小さな集団の中でなんかあの人たちは障害者だからとか言って、なんかそれが距離になっちゃったりと
か、なんかそういうことにはあんまこう意味がないから、なんかその中ではちょっとこういう言葉遠ざけてやってるっていう感じはあるかな。なんかそれよりももっと大事な、なんかこう会話とかお互いに向き合う意識みたいなのが、あるかなっていうことですね。そうですね。いや本当に事業としてまだ作れたっていうだけで、各事業成果とか、その持続性安定性みたいなところは本当にまだまだできることがあり続けてるんで、そこに集中しつつ、株式会社で持ってる、働くっていうことをちょっとこう変えていくっていうことだったりとか、NPO で持ってる学ぶっていうことを変えようとしていることとか、ここをちゃんと連結したモデルで、この装置がやっぱりこう聞こえない人の社会の存在を変えていくっていう、聞こえない人と聞こえる人の中で共存を変えていくみたいなのをちゃんとこの手でこの目で見届ける、なんかそういう仕事のこう乾燥した感じっていうのは何年後なんやろうな、できるだけ早くしたいっていう迎えたいなっていうのが展望したで、きっと気持ちいいやろうなと思いますよね。そうなんか僕も両親に耳聞こえない、こう聞こえる子供ですよね。もう僕のなんやろな、30も40も年上の人のお話聞いてると、もう両親の就職先がないから聞こえる子供が生まれたらもう中卒で働くしかなかったみたいなこと聞いたことあるんですよ。でもみんな貧乏みたいな。そこから社会イノベーションがあっていろんな制度が出来上がってきたから、僕は滋賀大学にもやっぱ通う、家族の余裕があったし発想があったし、本当にこの時間経過の中で変わったものを僕は享受できてると思うんで、やっぱ次の世代になんかこういう装置があってこう変わっていったんだみたいな、その明確なことをやっぱりうまく今の時代の人たちと手を取り合ってやりたいですね。全然僕もうまくいってるわけじゃないっていう前提で、頑張ってるっていう前提と、あとは確かに起業はしましたよね。でも一番大事なのはやっぱ自分もうまくいかない中でも諦めずに、なんかこの年々こう自分が成長できたり、会社が成長するっていうことをなんかこう経験できたのは、やっぱり起業したかったからとか起業のためになんか勉強したからとかじゃなくて、やっぱ自分のうちに宿ってる情熱をやっぱこだわって探せたことかなと思ってて、なんかそれがおそらくなんかこうそれぞれ皆さん違う服着てる、でもこの服を選んだ理由が、無意識だけど本当はあるみたいな感じで、それぞれのなんか皆さんが熱中することとか情熱傾けられることってきっとあるんじゃないかなと思ってて、で大学生の時代がやっぱ僕は一番それを探しやすかった。それぐらい自由な風に吹かれてたし、自分で思ったことができるっていうフィールドが用意されていたっていうことが本当にありがたかったんで、なんかそういうふうに過ごしてほしいなって思いますね。まさにその遊びながら学びながら遊べみたいな中に自分の情熱を発見していくっていうことかなと思いますね。そうです。僕は経済学部出身なんで、ちょっと経済学部に向けているかもわからないですけど、滋賀大で良かったことはあるけど滋賀大で困ったことはない、ほんまに。そういう母校を、脈々とこう今彦根に残っていること本当誇りに思いますし、なんだろうな、そういう滋賀大を巣にして、自分らしいいい人生を作っていくっていうことが、できるということ、そのこう多分しんどいこととか嬉しいこととかが交互していくものだと思うんですけど、滋賀大っていうキーワードでこ
集まれることとかはやっぱりきっとあると思うんで、なんかそういうお話ができたら僕はすごい嬉しいし、なんかそういう血の通った滋賀大学でやってほしいなってなんか思いますね。それでは以上でインタビューを終了させていただきます。本日はありがとうございました。